今回はセリーさんで発売されたノーメイクのドームルヘッドを使ってメイクしてみたいと思います。セリーさんからこういったノーメイクのヘッドが販売されました。ヘッドは2つあって、ドールヘッドのキュートとベビーというのがあって、何が違うかというと、これちょっと左右で比べてるんですけど、このキュートの方は口と鼻の穴が開いてます。で、このベビーの方は何にもないシンプルなデザインですね。目のくぼみとかもちょっと違いますね。どっちがいいかっていうのは好みでもありますし、電熱ペンを使えば結構加工できるかなと思うんで、こちらのヘッドのサイズとかですね、どういったこういう穴の大きさとかっていうのは Twitter の公式ページに記載があるので、そちらをご覧になっていただきたいと思うんですけど、一応ですね、油性ペン、アクリル絵の具、塩ビ用ラッカー等が使用できます。その他の塗料はよくお確かめの上ご使用くださいっていうので、ソフビであるのでですね、普段使っているメイク道具でいけるんじゃないかと思います。ヘッドの大きさはこんな感じで、右側が若干小さいですね。一回りちっちゃい感じでしょうか。幅も違います。耳の形も違いますので、右側はどちらかというと自分でゴリゴリ描いていくような感じのヘッドで、左側はこの顔の形状、唇とか鼻とかできてるんで、目とかで印象を変えていくっていう、そういうメイクに向いているんじゃないかと思いました。なので右の方がですね、アレンジ度が高いので、今回は右側のヘッドを使ってメイクをしていきたいと思います。メイクの道具はですね、絵の具は造形村さんなので、リキテックスさんのアクリル絵の具とほぼ同じだと思います。あと薄め液はグラデーションメディウム。筆は造形村さんの、そうだ。ちょっと思い出したんですけど、ダイソーさんでですね、先の細いメイク用のブラシがあったんで、細かいところを描くとき、これを使うかもしれません。それ以外はここら辺のアイテムを使ってメイクをしていこうと思います。表面は DD のヘッドとかに比べると、少しですね、ザラザラっとした感じがします。これがメイクにどう影響するのかはちょっとメイクしてから見ていこうと思うんですけど、絵はですね、春アニメで大人気だったアーニャちゃんの普通の笑顔を描いていこうと思うので、当たりを見るために何度か描いて消してっていうのを繰り返してみようと思うので、そういった時にですね、線が残るかっていうのをちょっと見てみてはと思います。なかなか難しいんですよね。ちょっと水弾くので洗剤で洗ってきます。台所の中性洗剤で洗ってきました。書き心地はどうでしょうか。先ほどよりか水弾かないので、一回洗った方が良さそうですね。ちょっと当たりを出すために口も描いちゃいますね。一旦ですね、描いた線を少し消すんですけど、ここで使う綿棒は細いタイプですね。100均ですと太いものと、あと細い、多分赤ちゃん用って書いてあるんでしょうかね。それがあるので、水だと消えにくいんで、ちょっとこういう薄め液を使います。多分除光液とかでもいいと思うんですけど、除光液だとですね、ちょっと違うので、100均で買うとシンナーって言ってるんですかね。口の周りが変なおじさんみたいになっちゃった。私みたいに絵が描けない人はこういう感じで引き算ですか、描いて違うところを消していくっていうやり方がいいと思います。交際も描いてみてですね、交際を描くとかなり印象が違うというか、バランスが合ってるかっていうのが分かるんで、ちょっと外向きですよね、これだと。ちょっと上向きですよね、これじゃ。なかなかね、難しいですよね。絵として描き慣れてると、この位置に描けばいいかなっていうイメージがすごくできると思うんですけど、私みたいにど素人ですと、描いてみないと、
わかんないんですよね。なんかどっちの方向を見てるかわかんない。それはなぜかというと、これがちょっとないからなんですね。下地結構適当に描いてるんですけど、下地が残っててもこの上からですね色を塗っていくので、この目の周りですね、周り以外はあんまり綺麗にしなくてもいいので。似てないな。多分ちょっと目が離れちゃってるんですよね。こっちなのかな。なんとなくなってきたんですけど、今度ですね、交際がちょっと広いんですね。アーニャって意外と縦長なんですよ。だからそこが多分ちょっとイメージ違うかもしれないです。口の形がちょっといびつ。これあれなんですよ、直接見てるとそんなに違和感ないんですけど、この動画のファインダーを見ると左右のバランスのズレっていうのがよくわかるんですよね。ヘッドメイクをするときに鏡に映して見るっていう、そうするとこうバランスの悪さとか違いっていうのがよくわかるそうなんですよね。そのカメラのファインダーで見るっていうのはそういう効果があるのかもしれないですね。綿棒を使うときですね、こういう汚れた熱を一生懸命使うとより汚くなるので、100均だからっていうのはあれなんですけど、結構惜しみなくいった方がいいですね。で慣れてくるとだんだん綿棒を使う量っていうのが減ってくるんで、省エネみたいな感じで考えた方がいいかもしれないです。これ今交際を細くしてます。これはもうこれ以上細くならないんで書き直しで、縦長ですね、アーニャの場合は。こういう縦長。アーニャって意外と300眼3倍眼3に白に書いて交際の周りに白目がこうある、そういう目なんで、こうくっついてるとそれもそれで似てないんですよ。上向いてるように見えちゃうんで、ちょっと離してみますね。これで少し印象が変わると思うんですね。似てないですね。こういう感じでちょっと試行錯誤しながら、バランスをちょっと整えていこうと思います。こんな感じで大まかに塗ったんですけど、この目の中はですね、そんなに綺麗に描かなくていいんですね。さっきも言ったように、ここからまた白で塗ったり塗り重ねていくので、メイクのこっちの周りはですね、ちょっと綺麗にしておいた方が後々やりやすいと思うので、この消す時にですね、こういう爪楊枝とかを使ったりすると消しやすいので、これを使いながらもう少しですね、線を整えていこうと思います。線を整えるって言っても、この周りの線を、この外堀の線ですね、そこだけちょっとはっきりさせておきたいんですね。なんでかっていうと、そこだけはっきりさせて、ここで微調整しておくとですね、あとは本当に塗り絵みたいな感じの感覚で塗れてるんで、ここでバランスがおかしいと、その途中で塗ってる時にですね、大きな修正が入ると結構めんどくさくなっちゃうんで、なんでこの下地の段階で結構この絵の形というんですか、確定させておいた方がいいかなと私は思います。濃さとかも結構適当ですね。アーニャっぽい印象がつくように、この交際の部分は塗ってないところと濃いところと薄いところの3色っぽくやってるんですけど、こういう感じにしなくても全然大丈夫。
こんな感じでですね、描くと、あと、縫い色塗っていくみたいな感じになるかなと思うんですが、その中でも多少修正とかはあると思うので、これからは黒で輪郭を描きつつ、あと中をですね、こう色塗ったりして、完成させていこうと思います。この順番はもう描きたい順番でいいと思うんですけど、線の部分は先に描いて決めちゃった方がいいかなと思います。で、最後、塗るところですね。で、そうした方が、調整ができる気がするんですよね。こう、大きさがちょっといびつなところとか、大きすぎた、小さすぎたっていうのが、この輪郭描いた時点でわかるので。で、その後塗るときにいろいろ工夫というか、調整していくと。下地が黒だと、緑が映えないので、めんどくさいんですけど、一旦明るい色でちょっと塗ってます。で、下地を明るくするとですね、上に塗った色の発色が良くなるので、そういう効果でちょっとですね、やってます。
はい、こんな感じでメイクができました。絵は得意じゃないので、左右のバランスが若干悪かったり、輪郭がですね、結構いびつだったりするんですけども、そこそこできたんじゃないかなと思います。これはアイホールが開いてないので、絵を描く感じで描いたんですけども、メイクを練習するにはとってもいいんじゃないかなと思います。なんせ100円ですからね。で、ボディも100円で売ってますから、ちっちゃいドールを自分で作ったりとか、ネンドロイドのドールあるじゃないですか。あれにもいけるんじゃないかなと思うんですね。なんでかっていうと、ここにこのボディが書いてあって、それがそれっぽい感じなんですよね。で、可動式ドールボディに使用することができますって書いてあるんで、あえてそういうのは書いてないんですけど、なんか匂わせてんじゃないかなということですね。これドールカツって書いてあるんで、もうまさにですね、こういう私たちみたいな人をターゲットとしてるのでですね、このメーカーさんなんて言うんでしょう。株式会社ポニーさん。ぜひですね、この株式会社ポニーさんには、このサイズよりもっと大きい3分の1のサイズのヘッドをですね、100均じゃなくてもいいですから300円、500円でもいいですからね、ぜひ出してもらいたいなって思います。そうするとですね、このドールの敷居っていうのがすごく下がって、気軽にカスタムしてみようかなっていう人が、結構増えると思うんですよね。これヘッド1個3000いくらで失敗したら、ちょっと嫌だなって思うと、メイクするにはちょっと躊躇しちゃうなっていうところがあるんで、ぜひですね、この株式会社ポニーさんには、3分の1よろしくお願いします。近々出ることを期待しております。なんて、本当出たらいいですよね。はい、ということでですね、今回はこのドールヘッドベビータイプで、アーニャちゃんのメイクをしてみました。今ですね、いろいろあれやるこれやるって言って全然動画できてないんですけど、次回はですね、このヘッドのアイホールを開けて、レジンでアイを作ってメイクするっていうのをちょっとやってみますので、ご期待いただければと思います。では今回も動画をご視聴くださいまして誠にありがとうございました。次の動画でお会いいたしましょう。それではまたね。バイバーイ。